はい、ということで登録者1000人達成後約3ヶ月の YouTube 総収益はどうもトレインアウトドアです。皆さんのおかげで無事登録者1000人を突破して収益化がスタートし3ヶ月が経過しました。本当にありがとうございます。正直アウトドアチャンネルでこの動画を出すか非常に迷ったのですが、みんなお金の話は好きだよねということで、本日は YouTube における収益を大公開したいと思います。YouTube 側に消されるかもしれない覚悟を持ってこの動画を公開しましたので、この動画が少しでも良かった、参考になったと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。まず本日の流れですけれども、最初に YouTube でお金が入る仕組みと収益化までの道のりをお話しした後、登録者1000人を突破した後に公開した動画とその再生数の紹介、YouTube で得た収益、そして利益はいくらなのかという流れでお話ししたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。まず YouTube でお金を稼ぐにはどうしたらいいかっていうことなんですけれども、動画出したらいきなりお金が入ってくるわけではなくて、条件というのがあります。有効なショート動画の再生回数が直近の90日以内で1000万回再生以上、または公開動画の総再生時間が直近12ヶ月間で4000時間以上となっております。チャンネル登録者1000人いても下の動画の再生条件が満たされていないとダメですし、その逆で再生数を足りていても1000人以上の登録者がいないとダメということになります。この条件を達成して所定の手続きを行うと動画の再生数に応じてお金がもらえるという仕組みです。ちなみにこのお金がどこから発生しているのかというと、広告費ですね。動画見てる途中で流れてくるクソうざいやつ、簡単に言うとあれで儲けた Google さんがその金を我々クリエイターに配ってくれているというわけです。細かいお話をするとですね、登録者500人でメンバーシップだとかグッズの販売ができたりもするんですが、これで稼ぐ方っていうのは基本登録者が1万人規模になってからですんで、今回は割愛したいと思います。はい、ということでですね、自分のアウトドアの思い出を残す的な部分もありつつも、やっぱりせっかくやるなら稼ぎたいよねということで、登録者1000人を目指す旅が始まるわけでございます。私の動画の初投稿日は2023年の10月1日でした。キャンプ系の YouTuber としてトレーニーキャンパーという名前で投稿を開始しましたが、3本目の動画で早速登山の動画を出してしまっていることに気づき、後ほどトレーニーアウトドアに改名します。最初は横動画をメインに出しておりましたが、アフレコ形式の誰もこんなキャンプ動画を見たことがないという特殊な動画を上げていたこともあって、なかなか登録者が増えず、1年間での登録者は493人でした。このペースではやばいということで、切り抜きがメインとなりますが、ショート動画も公開するようになりました。実は2つ目の条件の4000時間再生というのは10月中旬頃には達成しておりましたので、登録者1000人を待つのみという状態になっておりました。再生数が取れそうな動画は収益化してから出したいなと思っていたこともあり、結構出し惜しみをしていたのですが、あまりにも登録者が増えなくて心が折れかけていたので、2014年の11月末にこちらの動画、買って失敗したキャンプ道具という動画を公開いたしました。この内容の動画は誰が出しても基本ある程度伸びていたので、それなりに再生されるだろうなと思ってはいたのですが、思った以上に反響があって登録者も大きく増加しました。また当初は動画編集やサムネイル作成を学ぶところから始めていたこともあり、投稿頻度は2週間に1回ペースでしたが、その後作業に慣れてきて、毎週金曜20時に投稿時間を固定し、週に1回継続して動画をアップしたこと、アフレコ形式をやめて静かなソロキャンプ動画をアップしたこと、ギア紹介などの注目が集まりやすい動画をアップしたこと、ショート動画を量産したこと、これらによりチャンネル登録者数や再生数が増えるようになりました。そして2024年12月14日、ついにチャンネル登録者1000人を突破いたしました。収益化までに要した時間は約1年と3ヶ月となります。達成時は本当に嬉しくて YouTube に投稿したのですが、なんか部活とかやってた学生の頃以降ってなかなか人生で達成感とかを感じる機会がないじゃないですか。久しぶりに何かに頑張って取り組んで得たという達成感で、この日ご褒美にラーメンを食べに行ったんですけれども、正直に言うと食べた帰り、ふとこれまでの道のりを思い出してバイク乗りながらヘルメットの中で泣いてました。ちなみにこの収益化条件を達成できるのはチャンネル全体の約 15% 程度と言われております。また達成にはおおよそ平均でざっくり半年から1年程度かかるようですので、編集技術もろくにないど素人サラリーマンだった私は平凡以下といったところでしょうか。ここまでの説明でもわかるかと思いますが、ここまでの期間約1年3ヶ月は YouTube 上の収益は当然ゼロで、無収入でただ働きしていたということになります。今働いている会社が幾分マシに見えてきましたね。続いて収益化達成後から3月までの公開動画の再生数と収益を見ていきます。いきなりチャプターでここまで飛んだ人は多分釣りの動画で魚釣れてるシーンしか見ないですし、登山の動画を山頂のシーンしか見ないし、
見るときはC まで飛ばす人ですね。先に少し細かい点を説明しておきますと、一度収益化が認められると、収益化以前に公開していた動画も全てひっくるめて再生されれば収益としてカウントされます。ですが全ての動画の数字を追うのは少し難しいので、その月に公開した動画の再生数を見ていきたいと思います。ショート動画を含む全ての再生数についてはこちらの表をご参照いただければと思います。12月の中途半端な時期に収益化されたので、12月と1月はまとめて見ていきます。12月と1月に公開した横動画、長尺動画と再生数はご覧の通りです。まずこの1本目の動画をね見ていただきたい。もう収益が始まってね、よっしゃやったるぞと、もうめちゃくちゃこちらねやる気に満ち溢れていたわけですよ。キャンプ飯の動画ってどんな方でも結構再生数取れてたんですよね。なのでこれで荒稼ぎやーと思って、もうしこたま温めて満を持して出した結果、再生数がなんと573回。なんでなんマジでね、これ3度目しましたね。ちなみに4月26日現在も698回というクソスタッツを叩き出しております。かなり初期の頃に出していた動画とほぼ再生数が変わりませんね。あとはこの時冬で虫がいない時期だったので、大好きな森でのブッシュクラフトキャンプ動画をいくつか上げました。そのうち初めて撮影をした思い出の地でもある秘境での野営動画をかなりと見まして、非常に気合を入れて撮影と編集もやったので、とっても嬉しかったのを覚えております。あとは100均キャンプ系ですね。これもかなり数字を取れると思って1000人行くまで結構温めていた動画でした。どちらも年末年始のボーナス期間ということもあり、そこそこ再生されたかなという印象です。そして最後にですね、諸事情がありずっと編集ができていなかった友人との釣りキャンプ動画を公開しましたが、これは全く回りませんでしたね。ソロの動画ではなかったことと、釣り要因が強くなってしまったことが敗因でしょうか。シンプルに私が釣りが下手で取れ高がないっていうのもあったかもしれません。続きまして12月と1月に公開したショート動画はご覧の通りです。横長尺動画は毎週金曜20時に公開しておりますが、ショート動画は金土日の夜21時から22時の間に毎週投稿しております。基本的に本編の切り抜きがメインになっているんですが、これをやり始めたのが結構遅かったので、長尺動画との公開にズレがあります。ちょうどこの頃は過去の長尺動画の切り抜きを頑張って追いかけながら作っていた時になります。ショート動画は尺の長さ、公開時間、フォントの字体、画面の余白など本当にいつも試行錯誤しているので、当たり外れが大きいのが当時の現状でした。この時ちょうど16対9の横動画を無理やり拡大して9対16縦動画にするという試みをしていたのですが、これは大惨敗でグロい再生数になっております。無理やり引き伸ばして画質が荒くなってしまったのが原因ですかね。ただこのままでは終われまいと、流行りに乗っかるということを試したのがこのお料理得意なんですシリーズです。ちょうどこの時ですね、何のアニメか音楽かは知らないんですけれども、世界で一番素敵な笑顔、お料理得意なんですという音楽に合わせて料理の失敗動画を上げるというのが非常に流行っておりまして、これはキャンパーの私なりいくらでもあるぞと上げたところ見事に再生されたので、この期間はこのネタをこすり倒しました。でそのフィーバータイムが終わって、その余波もありながら再生数が落ち着いてきたっていう感じですかね。それでは収益化後記念すべき最初の YouTube 収益を公開いたします。記念すべき最初のYouTube 収益は2858円でございました。普通。実は気になって大体どれくらいもらえるのかっていうのをネットで調べていたのもあって、あんまり驚きはしなかったですね。こんなもんかなっていう感じです。ただこの月は12月の半月分も含まれているので、少し高めに出ているということになります。初めて0から1を生み出したので、サラリーマンで毎日出勤して椅子座って研修受けたりして18万円とかもらえていた時に比べると、お金は少ないんですけれども、嬉しさはその100万倍ぐらいありましたね。と同時に YouTube というプラットフォームを選んだからというのはあるのですが、0から1円を稼ぐのってこんなに大変なんだなというふうに実感いたしました。続きまして2月の分を見ていきます。2月に公開した横長尺動画と再生数はご覧の通りです。2月一発目のこの動画はですね、視聴者リクエストがあって、それに応える形で作ってみたのですが、やはり需要はごく一部であったということで、1月の最後の動画に続き大爆死しました。ソロキャンプの動画は安定して再生されまして、人気テントの解説動画、これがかなり伸びました。
これもリサーチした中でかなり数字取れると思っていたので、期待通りの働きをしてくれて非常に嬉しかったですね。そして初の案件もこの時来まして、この動画もそれなりに再生されて、実際に案件を受けたこのキャンプギアを購入してくれた人も出たので、ほっと一安心という月でした。続きまして2月に公開したショート動画はご覧の通りです。キャンプが一般的にオフシーズンに入ってしまったことも大きいのか、2月はショート動画がだいぶ伸び悩みましたね。ここはあまり懲りずにめげずにひたすらコンスタントに動画を投稿して分析していったという期間になりました。前の月は1ヶ月半分の合算結果でしたので、純粋な1ヶ月分の収益はこれが最初ということになります。それでは2月の YouTube 収益は1813円でございました。普通。なんかそれほど大バズりするものもなく、のらりくらりコツコツっていう感じが、その辺にいるただのサラリーマンっていう自分の人生って感じがしますね。1月から継続して2万円近くもらえたと考えれば、悪くない方なのかなとも思います。はい、続きまして3月の分を見ていきます。3月に公開した横長尺動画と再生数はご覧の通りです。最初の動画は個人的にすごい好きなブッシュクラフトソロキャンプの動画だったのですが、尺を伸ばしてみたのが悪かったのが意外と伸びなかったですね。その後はハンターカブのカスタムとキャンプギアの動画ということで、実はこの企画をすることをすでにこの時点で考えていたので、数字が取れそうな動画をあえて続けて出しておりました。結果としてソロキャンプ以降の動画は安定して再生されましたね。続きまして3月に公開したショート動画はご覧の通りです。この辺りからショートでも伸びそうなものっていうのがだんだん分かってきて、これは伸びるなと思った動画は数字が取れましたが、それ以外の動画で実験的にインスタとか TikTok でバズりそうなおしゃれ系の動画を上げてみましたが、それは点でダメでした。それでは3月の YouTube 収益を発表したいと思います。3月の YouTube 収益は34,398円でございました。いやー、結構この月はこの企画のために頑張ったということもありまして、それなりの額になったかなという印象です。ちなみに3月末時点では1000人達成するのに約1年3ヶ月かかったチャンネル登録者は3ヶ月で1000人以上増え2000人を突破しておりました。はい、ということで登録者1000人達成後、3ヶ月ですね、約3ヶ月の YouTube 総収益は73,269円となりました。あんまり細かいところまでは YouTube の規約上突っ込めないのですが、ショート動画の単価は非常に低く、横長尺動画でほぼこの収益は回っております。どうでしょうか皆さん。これだけ聞くと好きなことしてこれだけ稼げるなら結構いいじゃんって思った方多いのではないでしょうか。だがしかしそんなにこの世の中はね甘くないですね。大事な話はここからです。このチャプターまで飛ばしてここで動画閉じようとしているそこのあなた、そうですか？大事なのは収益ではなく利益でございます。よく企業の収支とか見てもですね、売上はめっちゃあるのに利益そんなにないって企業ありますよね。要はたくさん投資して労力をかけたりすれば物は売れるし動画は伸びるわけですよ。でも大事なのはそれで一体どれくらい手元にお金が残ったか、利益がどれくらいなのかということですよね。ということでここからは2点、ここまでで一体いくらこの動画撮影にお金を投じたのか、動画を作るのにどれだけ手間がかかっているか、お金と時間、この2つの観点から費用対効果はどうなんだということについてお話ししたいと思います。はい、まずはお金についてです。動画を作成するにあたって購入したものがかなりあります。アウトドア系の YouTuber ということで、バイクにも乗るし、山にも登るし、キャンプもするし、釣りもするし、家で動画も撮るし、ということで、もう全部紹介しきれないくらい様々なものを買いました。編集作業や撮影機材についてはこちらの動画で紹介しておりますので、気になる方はぜひこちらをご視聴ください。ここでは購入したものをパパッと紹介していきたいと思います。まずは動画を編集するためのパソコン、MacBook Air。これがだいたい約30万円しました。続いて動画編集用のソフトパワーディレクターというものを使っております。これ年間契約でだいたいですけれども約9000円ほどです。そしてサムネイルの編集ソフト、カンバだかキャンバなのかわかんないですけど多分キャンバです。これが年間契約で約1万2000円。もう複数年やっているのでそれぞれ2倍以上払っております。それから撮影機材です。これは最近買ったのですが、ソニーの α7C2 というミラーレス一眼とレンズ、
これがセットで37万5000円しました。今実際に撮影してるのもソニーの α7C2 というカメラです。もうこの時点でね、手が震えてきて頭おかしくなりそう。そして GoPro ですね。これが約当時7万円くらいしました。これだけではありません。これに付随して三脚、マイク、保護フィルム、ケース、撮影マウント、SD カード、ハードディスク、それから作業用のこういうね、昇降デスク、そしてモニターですね。さらにはマウスなどなど。で、これ全部でいくら使ったのかはですね、わざわざもうめんどくさかったんですけど、計算しました。なんとその額、102万504円でございました。もっと言うとですね、キャンプに行くには車が必要だなということで、車に160万円、さらにバイクですね、ヘルメットとカスタム込み込みでだいたい60万円、さらにキャンプ道具ですね、これ今まで使った額を計算してみたら、約62万円使っておりました。で、これ全部ひっくるめると、なんと、382万円使っておりました。ただね、この車、バイク、キャンプギアについては動画投稿しなくても買っていた可能性は高いのと、これを費用として入れちゃうと本当に多分 YouTube やめたくなるので、今回はなしにしたいと思います。ということで今回動画撮影にかかった経費としては、撮影機材等の102万504円としたいと思います。YouTube からいただいた報酬からこの経費を差し引くと純粋な利益がわかるということになります。というわけでここまでのトータルの利益はマイナス94万7235円でございます。俺の名はトレーニードフラミンゴ。楽天スーパーセールでおなじみの楽天も驚きの大赤字ですね。ここまで見るとですね、結構絶望的な数字には見えるものの、このまま続けていれば数年後には黒字化が見えてくるという数字ではあります。現実は本当に厳しいものです。続いて時間という観点からこのお仕事を見ていきましょう。YouTube の動画を作成するにあたってはかなりざっくりですが以下のような工程があります。まず横動画、長尺動画の場合ですね、まずは台本作成です。これは動画の内容にもよりけりなんですけれども、今ご視聴いただいているようなこうした動画やキャンプギアの紹介、解説系の動画はがっつり台本を用意しております。どんな動画に需要があるのか、視聴者さんが見たいと思っているのかを考えるリサーチの時間も含めて、これを練るのにだいたい3時間くらいはかかっていると思います。続きまして撮影ですね。これは皆さんかなりイメージしやすいのではないかなと思います。私の場合は実際にキャンプしている様子だとか、こうしてお話ししている動画を撮影します。これは動画の内容や尺によりけりで結構時間はまばらなのですが、平均として約4時間くらいとしましょう。続いては編集ですね。これはやはり一番時間がかかります。これも無言のキャンプ動画なのか、テロップや効果音、BGM があるスタイルなのかと、あとは尺の長さによってもかなりばらつきはあるんですけれども、だいたい本当にざっくりなんですけれども、カッティングに2時間半ぐらい、効果音と BGM 挿入に2時間くらい、装飾に3時間くらい、字幕テロップの編集に2時間くらい、チェック作業に1時間くらいということで、だいたいざっくりですけれども10時間半といたしましょう。多分実際にはもうちょっとかかってると思います。続きましてサムネと概要欄作成ですね。これも文字入れるものと入れないものとかで結構差があるのですが、私は合成とかフォントの種類とかエフェクトとか色味とか、結構こだわっちゃうのもあって、だいたい1時間半くらいはかかってるかなと思います。概要欄は英語、中国語、韓国語、スペイン語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語に翻訳もつけているので、だいたい1時間くらいはかかるかなと思います。というわけでサムネイル、概要欄作成は合計で2時間半かかっているということになります。この他にもですね、細かいことを言うと撮影データの移行やファイル整理などもっともっと時間はかかるんですけれども、これは一旦考えないことにしたいと思います。ということで1本の動画作成にかかる時間は約20時間ということになります。続いてショート動画ですね。これは私の場合なんですけれども、オリジナルのショート動画を作る時もありますが、基本的には本編の切り抜きとなりますんで、必要な工程としては主に編集のみとなります。基本1分以内の動画ということもありまして、ざっくりこれは1動画あたり1時間半もあればできているかなと思います。はい。で YouTube 始めてこの3月の収益を得るまでに投稿した動画の本数は、横長尺動画が、60本、ショート動画が156本ということで、総作業時間は、60本の動画が 10.5 時間と156本の動画が 1.5 時間ということで、
合計は630時間プラスの234時間なので864時間を費やしたということになります。これ24で割ると36日分ですね。つまりざっくり1年間のうち約1ヶ月分ぐらいは編集等の作業に費やしていたということになります。はい。もちろんこれにプラスして撮影地に行く時間や撮影機材を購入する時間、検討する時間とか本来であればプラスでかかっているということになります。なんかちょっともう涙出てきた。はい、ということで何の計算をしていたのかというと、もうお分かりの方も多いかと思います。時給でございます。ではいよいよ時給の発表でございます。ここまでいった総収益、利益ですね。利益といってもマイナスなんですけれども、これ割る、総作業時間ですね。これをやると、時給というものが出てきます。今まで得た利益が、マイナス94万7235円。これ割る、総作業時間の864時間、これをやると時給が出るということになります。私の YouTube の時給はマイナス1096円でございます。いやこういう余計な編集しちゃうから時給下がるんですけどね。いやしかし時給マイナスって聞いたことないですよね。お金払うんでここで働かせてください。ここで働かせてくださいってことですよね。いや千尋でさえおにぎりもらってますからね。もう時給マイナスってかまいたちのコントでしか見たことないですよね。出してもらうことなんのよ。みんなの分。大丈夫です。大丈夫。一応この現実を見て悲観的になっている方に朗報をあげますと、 YouTube 収益以外にも一応お金は入ってきます。一つは案件ですね。ありがたいことにチャンネル登録者が1500人くらいになってきた頃から平均して月に 2,3 件は案件の話をいただくようになりました。その中で紹介できそうなもののみに絞っているのでそこまで数は多くないですが、月1本くらいは案件の動画があるかなという感じです。内容はものにもよりますが、商品提供のみの場合やそれにプラスして金銭の報酬があったり、売れた分だけ報酬が入ってくるという場合もあります。もう一つはアフィリエイト報酬ですね。これは自分が紹介した商品を購入してくれた方がいると、そのうちの数%が報酬として支払われるというものです。天下の Amazon 様でですね、私はこのサービスを利用しております。もちろんこれは購入者の方には何の不利益もないですし、商品を自分で選べるので無理に変な商品を紹介したりすることもありません。今回は YouTube 上の話なので詳細な報酬は控えますが、月に数千円からいい時は数万円くらいのお金が入ってくるということもあります。で今はやるつもりはないんですけれども、動画編集やサムネイル作成を専門にした副業をやろうと思えばもういつでもやれるっていうぐらいのスキルは身についてるかなと思います。ちなみに多分こっちの方が全然儲かりますね。本音を言えばですね、稼ぎたい気持ちはあるんですけれども、それでもまずは自分がアウトドアを楽しむということ、その様子を見て皆さんにもアウトドアの魅力に気づいてもらえるということを念頭にこれからも頑張っていきたいと思います。はい、ということで以上が登録者1000人アウトドア系 YouTuber の収益公開でございました。この動画を見てきっと哀れに思った方が多いかと思います。少しでも哀れんでいただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。あと皆さん勘違いしている方が多いんですけれども、高評価やコメント、それから私の動画を視聴することによって私の所得が増えるというふうに思ってますよね。これあながち間違いではないんですけれども、これをすることで私の所得が増える、私がキャンプにたくさん行ける、ギアをたくさん買う、キャンプ場やメーカー、キャンプ業界が盛り上がる、企業が支払う賃金が高くなる、従業員の所得が増える、賃金が増えた人がお金を使う、経済が回る、貧困が解決される、日本の治安が維持される、海外から人が来る、日本の良さに気づく外人がハッピーになるということで世界平和に貢献しているということになります。いつも応援していただきありがとうございます。目指せ黒字化ということでこれからも頑張っていきますので、また動画をご視聴いただけますと幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。